こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在10万3700ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、スウェーデン、カナダの政策金利、そして FOMC がありました。スウェーデン、カナダは利下げとなってますけども、FOMC は事前予想通りの金利据え置きとなってます。市場ではインフレ鈍化の進展に関する文言が削除されたのが注目されてまして、一時的に米金利、米ドル高となってます。で、米株各指数は下向きとなってるんですけども、ビットコイン仮想通貨市場はですね、パウエル議長の発言で単独で強くなってまして、ビットコインは一時10万4000ドル台まで反発してます。これは先日から追及されている銀行側が仮想通貨業界に対してサービスを制限してたチョークポイント 2.0 作戦に対する発言なのかなと思います。また議会が取り組んでいるという発言もですね、今後前向きに捉えられる発言になっているのかなと思いますね。あと ETF 関連ではカナリキャピタルのライトコイン ETF が一般意見募集段階に入ってます。この動きからアルト ETF の中では承認に一番近いと見られてますね。ライトコインは他のアルト同様強く反発してまして BTC 建ても上向きになってます。さらに単独で強くなれるのか注目ですね。あと昨日の米国のビットコイン ETF のフローは現時点では全体でプラス1億ドルの流入となってます。グレースケールミニからの流入が目立ちますね。香港は旧正月で休みとなってます。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 2.32%、額としては636億ドル相当、比率として全体ではロングが 51.4%、バイナスミはロングが 50.5% と上入りになってます。他各所の見解ではですね、先日のトランプ大統領の仮想通貨関連の大統領令で反撃サイクルが終了するとか、Z 世代の半数以上が仮想通貨を保有しているというですね、ビットワイズ、ジェミニらの見解が注目されています。で、このビットワイズの反撃サイクルが終了するという見解は暗い話ではなくてですね、今回の大統領令や国の動きから仮想通貨市場に資金が入る要因が増えてるんで、以前までの4年周期で必ずあった大きな下落がなくなるんじゃないかと、緩やかな上向きになる可能性があるというような話になってますね。今後の指標としては本日1月30日に ECB 政策金利、米実質 GDP 第4四半期の速報値、1月31日に米中古住宅販売制約指数、米 PC デフレーター、2月3日に中国、インド、米 PMI1 月確報値などが控えております。そしてオンラインチャン企画ですね。昨日の私の予想ではFOMC と ECB 政策金利を控えててですね、さらに月末で10万ドルの攻防という、微妙なラインですけども、FOMC 通過からの反発に期待するということで、1月30日 AM6 時点のビットコインは昨日の10万1957ドルよりも上という予想でした。結果としては FOMC の内容が若干の高寄りで、米ドル、米金利高、米株各指数は若干下向きになってるんですけども、ビットコインはパウエル議長の発言からですね、単独で強くなってまして、判定時刻の1月30日 AM6 時時点のビットコインは10万4193ドルということで、昨日の10万1957ドルよりも上なんで当たりです。サプライズで当たりました。はい、続いて明日の予想ですね。週末まで米指標続いてますけども、今回のパウエル議長の発言と旧正月アノマリーで楽観的な空気が続くと見て上にします。なので1月31日 AM6 時点のビットコインは現在の10万3836ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては本日22時15分に ECB 政策金利、22時半に米実質 GDP が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格が現在3120ドル、BTC 建ては 0.0300 と、先物の方では OI は全体でプラス 0.2%、額としては296億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.3%、バイナスミはロングが 84.8% と、全体では下寄りになっています。昨日の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.19 億ドルの流出、香港は休みとなってますね。ドル建てでは上がってますけども、BTC 建てはついていけず、未だ 0.030 の攻防になってます。注目はライトコインとか、それ以下のアルトに集中している印象はありますね。BTC 建てで 0.030、そしてその下の 0.025 で耐えられるのか注目ですね。あとその他の動向では、トランプ大統領のメディア、トランプメディア&テクノロジーグループがフィンテック企業トゥルースファイを立ち上げたのが話題になってます。ビットコインやその他仮想通貨関連証券に最大 2.5 億ドル投資する予定ということで注目されてますね。連日ワールドリバティフィナンシャルの動向でアルトの価格も変動してますから、
このトゥルスファイの今後の動向にも注目です。あとはチェコの中央銀行総裁が準備金の最大 5% をビットコインに割り当てる提案を提出予定だと語ったことが話題になっています。チェコの中央銀行の準備金は1400億ユーロ、1460億ドル相当とされてまして、その最大 5% となると73億ドル相当なんで、提案が取れば73億ドル相当のビットコインを保有することになります。連日米国の各種の準備金に対する動きも出てますけども、各国でもビットコイン準備金に検討する動きが出てますね。あと取引所関連ではロビンフッドが原油と金、ビットコインの先物取引を近日公開予定と発表しています。あとコインベースがグローバル諮問委員会に元ニューヨーク連議総裁のビル・ダドリー氏、トランプ大統領の選挙共同マネージャーのクリス・ラシビタ氏ら4名を加えたことが話題になっています。いずれもトランプ政権に合わせて米国内でのサービス拡大を狙った動きと見られてますね。あとは元 SEC 委員長ゲンスラー氏が MIT の実務教授として復帰したことが注目されています。 AI、金融、公共政策に重点を置いたグローバル経済、経営、金融グループの実務教授として復帰するとされています。SEC を退いた後ですね、このゲンスラー氏がどういう発言をするのかで、そしてその発言がまた市場に影響するのか注目ですね。あとアルト関連ではエイダがプロミンハードフォークの完了を報告しています。これによりエイダは完全な分散型ガバナンスチェーンへ移行、エイダ保有者はチェーンの将来、パラメータの変更などについて投票権を獲得しますと発表されています。エイダの価格現在 0.94 ドル、時価総額は9位ですね。ATH まであと3倍となってますけども、こちらも上へ迎えるのか注目です。あとはセイファンデーションがデッサイファンドセピアンキャピタルの立ち上げを発表しています。セイチェーン上に構築されているデッサイ分野に支援するためのファンドとされてまして、規模としては6500万ドル相当が支援に回されるとされています。セイの価格は現在 0.3 ドル、時価総額は89位ですね。チェーン内部の活性化が価格上昇要因につながると思いますんで、セイのデッサイ界隈が今後盛り上がるのか注目ですね。あとその他資金調達関連ではドマンプロトコル開発の D3 グローバルが2500万ドル調達、暗号会計プラットフォームクリプショーが1500万ドル調達、オンチェーンインフラプロバイダーサインが1600万ドル調達、取引プラットフォームメビーが280万ドル調達を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。